こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーのです。今回は2025年6月に Xbox で新発売となる期待作と、発売日初日からゲームパスに対応することが決まっているタイトルをご紹介します。ゲームパスタイトルに関しては動画の後半にまとめてご紹介しますね。マインズアイ、6月5日発売、定価7000円です。今作は近未来の砂漠都市を舞台にした三人称視点の一人用アクションアドベンチャーゲームで、もともと GTA シリーズに携わっていた開発者の方が手掛ける新作となっています。主人公のジェイコブ・ディアスは謎の神経インプラントマインズアイを移植された影響で、過去に命じられた極秘任務に関する記憶を失ってしまった状態に、その真実を探していく中で強大な勢力との対峙、そして戦いが繰り広げられるといった内容となっています。最高峰のシネマティックシーンや激しいカーアクションに迫力あふれる戦闘を楽しめるとのことで、どんなストーリーが展開されるのかにも注目ですね。グリムガーディアンズサーバント・オブ・ザ・ダーク、6月5日発売、定価4400円です。インティクリエイツが手掛ける探索型 2D 横スクロールアクションゲームグリムガーディアンズの続編です。もともと3月発売予定でしたが、発売が延期となっていました。本作では前作のアクション性はそのままに、探索と収集の要素がボリュームアップ、ステージクリア性からメトロイドバニア作品へと変更されていて、マップの広さは前作の倍以上に。今回の主人公は遠距離攻撃が得意な姉キリカと近接攻撃が得意な妹マーシャの悪魔メイドの姉妹。使用できるサブウェポンも姉妹で特徴が違うので、適切なタイミングで操作キャラクターを切り替え、互いの弱点をカバーしながら進めていくことになります。また発売以降、ボスの追加やサブイベントの追加などのアップデートが継続的に行われることも決定しています。なお、ゲーム内容については多機種版と同一のゲーム体験を楽しむことが可能とのことです。スターオーバードライブ、6月19日発売、定価4050円です。超高速のホバーボートで縦横無尽に駆け巡ることができるオープンワールドで作られた SF アクションアドベンチャーゲーム。任天堂スイッチの方で今年の4月にリリースされている今作が Xbox にも登場しますね。何でも開発者の方はゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの大ファンで、ゼルダの自由度やゲームプレイから影響を受けて制作されたタイトルであるとのことです。まさしくゼルダに似たような謎解きやパズルがあったりする中で、広大な大地を圧倒的なスピードで駆け抜けトリックを決めたりする今作ならではの要素も存在。また重力を操る特殊な力を利用することができたり、小さなクリーチャーから巨大なボスまで多数の危険生物との戦闘も待ち受けています。ライドリマスタード超力兵団機関、6月19日発売、定価6578円です。2006年に PS2 向けにリリースされたデビルサマナークズノハライドウ対超力兵団が19年の時を経てリマスター版となり登場。物語やキャラクターなどはそのままに、グラフィックやゲーム性がより遊びやすく向上し、ゲーム本編をフルボイスで楽しめるようになっています。また戦闘システムはアクションバトル方式となっていて、シリーズ2作目にあたるデビルサマナークズノハライドウ対アバドン王をベースに再構築し、改良を加えたものになっていると明かされています。さらに登場する悪魔は新女神転生5に登場した悪魔を含め、オリジナル版から新たに50体以上が追加。その他にも次の目的地の表示やミニマップにファストトラベル機能の追加、オートセーブ、クイックセーブなど様々な便利な機能が追加されています。ミュータント・タートルズスプリンターの運命、6月24日発売、定価未定です。昨年7月にスイッチでリリースされたタイトルが Xbox にも登場します。本作は見下ろし視点のハイペースなローグライトアクションゲームとなっていて、好きなキャラを選んでランダムに生成されるステージを攻略していくことができます。やられてしまうとスタート地点に戻ってしまうものの、入手した素材や強化アイテムなどは持ち越すことができるため、何度も挑戦して少しずつ成長していくような作りとなっています。また今作はオンライン最大4人までの協力プレイにも対応していて、フレンドと一緒に楽しむことができるのも魅力となるポイントですね。フ
バーランドサーガ1&2サターントリビュート6月26日発売。定価各2950円です。1998年にセガサターンでリリースされたシミュレーション RPG のバーランドサーガとバーランドサーガ時の道しるべの2作が現行機向けに復活。戦乱の悲劇を舞台にした1作目と8年後を舞台に人と人との絆を描いた2作目を楽しむことができます。新たに追加された便利な機能として操作や指示を間違えても遡ってやり直すことができるリワインドやクイックセーブ、ロード機能の搭載に味方全員のステータス常時表示機能の追加、また取得経験値を2倍にできるサポート機能も新たに追加され、2作ともにより遊びやすくなる調整が行われています。レンレスゾーン0 6月発売、基本プレイ無料です。オヨバースが手掛ける都市ファンタジーアクション RPG がいよいよ Xbox に登場。今作は原神のようなオープンワールドゲームではなく、パリーやジャスト回避、コンボなどのバトルアクションを重視したステージクリア型の作品となっています。戦闘パートでは3人1組のパーティーを編成し、シンプルでありながらもハイスピードで爽快なバトルを楽しむことが可能。また、アニメーションやアメコミ風の漫画のような感じのストーリーはフルボイスで展開されます。Xbox 版では Xbox コントローラー用に最適化された操作となる他にもクイックレジューム機能への対応、またクロスプログレッションに対応し、異なるデバイス間でシームレスに進行状況を引き継ぐことも可能になるとのことです。さらに今作はクラウドゲーミングに対応することも決定していて、ゲームパスアルティメット加入者の方ならクラウドで遊ぶことも可能です。ここからは発売日初日からゲームパスに対応するタイトルをご紹介します。オルターズ6月13日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。本作では様々な別の自分を作り出すことが可能となっていて、複数の自分自身と協力し、基地の拡大や運営をしていくことになります。しかし、たとえ自分自身といっても、一人一人に個性があり、長所を生かした活動を行わせたり、時には対立が起きてしまうこともあるとのことです。FBC ファイアブレイク6月17日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。アランウェイクやクォンタムブレイクなどでおなじみのレメディエンターテインメントが手掛けるオンライン3人協力プレイに対応した PVE シューターです。超能力アクションゲームコントロールのスピンオフ作品として作られていて、コントロールの世界を舞台にしたストーリーも楽しめるとのことです。リマッチ6月19日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。シフの開発スタジオが手掛ける5対5のチーム対戦型オンラインサッカーゲームです。プレイヤーは1人の選手を操作するシステムとなっていて、選手のステータスはみんな同じ。また、ラインのない壁で囲まれたフィールドにファウルやオフサイドなどの反則がないなど、本格的なサッカーゲームというよりは、サッカーを題材にしてアクション面を強調したような作品となっています。アゲインスト・ザ・ストーム6月26日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。ファンタジーの世界を舞台にしたローグライク形式の都市建設シミュレーションです。プレイヤーは女王から命令を受けた総督として、嵐によって破壊された都市の復興に挑戦していきます。本作では人間だけでなく、キツネやビーバー、ハーピーやリザードといった種族が暮らす世界を開拓していくことも可能となっています。ということで今回は2025年6月に Xbox で新発売となる期待作と発売日初日からゲームパスに対応するタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。